ここでスサノオノミコトが仰せになるには、それならアマテラス大神に申し上げて、黄泉の国に行きましょう。と仰せられて、天にお昇りになるときに、山や川がことごとく鳴り騒ぎ、国土が皆振動しました。それですから、アマテラス大神が驚かれて、私の弟が天に昇って来られるわけは、立派な心で来るのではありますまい。私の国を奪おうと思っておられるのかもしれない。と仰せられて、髪をお解きになり、左右に分けて耳のところに輪をお巻きになり、その左右の髪の輪にも、頭に抱かれるかずらにも、左右の御手にも、皆大きな勾玉のたくさんついている玉の尾をお巻き持たれて、背には矢が1000本も入る弓を追われ、胸にも500本入りの弓をつけ、また威勢の良い音を立てる友をお帯になり、弓を振り立てて力強く大庭をお踏みつけになり、淡雪のように大地を蹴散らかして勢いよく叫びの声をお上げになって、待ち問われるには、どういうわけで上がってこられたか、とお尋ねになりました。そこでスサノオノミコトが申せられるには、私は汚い心はございません。ただ、父上の仰せで、私が泣きわめいていることをお尋ねになりましたから、私は母上の国に行きたいと思って泣いております。と申しましたところ、父上は、それではこの国に住んではならないと仰せられて追い払いましたので、おいとまごいに参りました。変わった心は持っておりません。と申されました。そこで、アマテラス大神は、それならあなたの心の正しいことはどうしたらわかるでしょう。と仰せになったので、スサノオノミコトは、受け入を立てて子を産みましょう。と申されました。よって、天の安の川を中に置いて、受け入を立てるときに、アマテラス大神は、まず、スサノオノミコトの履いている長い剣をお取りになって、三段に打ち寄って、音もさらさらと天のまないの水ですすいで、紙に噛んで吹き捨てる息の霧の中から現れた神の名は、たぎり姫の御事、またの名は、おきつしま姫の御事でした。次に、生きちしま姫の御事、またの名は、さより姫の御事、次に、たずき姫の御事のお三方でした。次に、スサノオノミコトがアマテラス大神の左のお上に巻いておいでになった大きな勾玉のたくさんついている玉の尾をお受けになって、音もさらさらと天のまないの水にすすいで、紙に噛んで吹き捨てる息の霧の中から現れてた神は、まさか赤塚地早火雨のおしほ耳の御事。次に、右のお上の輪にまとわれていた玉をお受けになって、紙に噛んで吹き捨てる息の霧の中から現れた神は、雨の穂日の御事。次に、かずらに巻いておいでになった玉をお受けになって、紙に噛んで吹き捨てる息の中から現れた神は、天津彦根の御事。次に、左の御手におまきになっていた玉をお受けになって、紙に噛んで吹き捨てる息の霧の中から現れた神は、いくつ彦根の御事。次に、右の御手に巻いておいでになった玉をお受けになって、紙に噛んで吹き捨てる息の霧の中から現れた神は、馬のくすびの御事。合わせて5方の男神がお出現になりました。ここにアマテラス大神は、スサノオノミコトに仰せになって、この後から生まれた5人の男神は、私の身につけた玉によって現れた神ですから、自然私の子です。先に生まれた3人の姫巫女は、あなたの身につけたものによって現れたものですから、やはりあなたの子です。と仰せられました。そこで、スサノオノミコトは、アマテラス大神に申されるには、私の心が清らかだったので、私の産んだ子が女だったのです。これによって言えば、当然私が勝ったのです。と言って、
勝った勢いに任せて乱暴を働きました。天照大神が田を作らせておられたその田のあぜを壊したり、溝を埋めたりし、また食事をなさる御殿にクソをし散らしました。このようなことをなさいましたけれども、天照大神は、お咎めにならないで、仰せになるには、クソのようなものは酒によって吐き散らすとて、こんなになったのでしょう。それから、他のあぜを壊し、溝を埋めたのは、地面を惜しまれてこのようになされたのです。と、良いようにと仰せられましたけれども、その乱暴な仕業はやみませんでした。天照大神が清らかな旗織り場においでになって、神様のお召し物を折らせておいでになるときに、その旗織り場の屋根に穴を開けて、馬の皮を剥いで陥れたので、旗織り女が驚いて、旗織りに使う板で影をついて死んでしまいました。そこで天照大神も、これを嫌って、天の岩宿を開けて、中にお隠れになりました。それですから、天が真っ暗になり、下の世界もことごとく暗くなりました。永久に夜が続いていったのです。そこで多くの神々の騒ぐ声は、夏のハエのようにいっぱいになり、あらゆる災いがすべて起こりました。こういう次第で、多くの神様たちが、天の世界の天の安の川の河原にお集まりになって、高み結びの神の子の重ひ金の神という神に考えさせて、まず海外の国から渡ってきた長鳴き鳥を集めて鳴かせました。次に天の安の川の川上にある硬い岩を取ってきて、また金山の鉄を取って、鍛冶屋の天津原という人を訪ね求め、石こり止めの御に命じて鏡を作らしめ、玉の親の御に命じて大きな勾玉がたくさんついている玉の尾の数珠を作らしめ、雨の小屋根の御と豚玉の御を呼んで、天のかぐ山のおじかの肩骨をそっくり抜いてきて、天のかぐ山の母かの木を取って、その鹿の肩骨を焼いて裏縄締めました。次に、天のかぐ山の茂った榊を根こそぎにこいで、上の枝に大きな勾玉のたくさんの玉の尾をかけ、中の枝には大きな鏡をかけ、下の枝には朝田の楮の皮を晒したのなどを下げて、言霊の御がこれを捧げ持ち、雨の小屋根の御が早朝な祝詞を唱え、雨の田力尾の神が岩戸の影に隠れて立っており、雨のうずめの御が天のかぐ山の日陰鶴をたすきにかけ、まさきの鶴をかずらとして、天のかぐ山の笹の葉を束ねて手に持ち、天照大神のお隠れになった岩戸の前に桶を伏せて踏み鳴らし、神がかりして、衣の尾を影に垂らしましたので、天の世界が鳴り響いて、たくさんの神が一緒に笑いました。そこで天照大神は怪しいとお思いになって、雨の岩戸を細めに開けて、中から仰せになるには、私が隠れているので、天の世界は自然に暗く、下の世界も皆暗いでしょうと思うのに、どうして雨のうずめは舞い遊び、また多くの神は笑っているのですか、と仰せられました。そこで雨のうずめの御が、あなた様に勝って尊い神様がおいでになりますので、楽しく遊んでおります、と申しました。かように申す間に、雨の小屋根の御と人玉の御とが、かの鏡を差し出して、天照大神にお見せ申し上げるときに、天照大神はいよいよ不思議にお思いになって、少し戸からお出になるところを隠れ立っておられた田力尾の神が、その御手を取って引き出し申し上げました。そこで太玉の御が、その後ろにしめ縄を引き渡して、これからうちには
お帰り入り遊ばしますな、と申しました。かくて天照大神がお出ましになったときに、天も下の世界も自然と照り明るくなりました。そこで神様たちが相談をして、スサノオノミコトにたくさんの品物を出して罪を償わしめ、また、髭と手と足の爪を切って追い払いました。